far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. You're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home.おはようございます。はい、今日はねちょっと早起きをして今から朝一で映画を見に行こうと思っているんですけど、そのね映画に行く準備をしている時に、私のね大好きなマリメッコの春夏の新作がそういえば最近全部注文してたの届いたなと思って、皆さんから、マリメッコどんなもの買ったんですかとか、着た感じどうですかみたいな、そういうね DM をよくいただくので、今回ねコーディネート組みながらちょっと着てみたりして何を買ったのか皆さんにご紹介していきたいと思います。まず最初に購入したのが、もうすでに着ているこちらのウニッコのタンクトップです。はい、もうこれすっごいお気に入りなんですけど、こちらの胸元の部分に小さなウニッコがワンポイント入っているだけのとってもシンプルなタンクトップです。これすごくね体にフィットして生地もしっかりしてるし、めちゃくちゃ可愛いです。こういう風にデニムに合わせて真夏は過ごしたいなと思ってるんですけど、これがもう私のドンピシャだったので色違いで白も購入しました。白地に黒のウニッコのワンポイントが入っています。これはもう買ってよかった、めちゃくちゃお気に入りのアイテムです。今日はねちょっと暑そうなのでこの上にジャケットを羽織ろうかなと思うんですけど、これもすごい可愛い、こういう感じでちょっとメンズライクに着たいなと思って買ったジャケットです。こちらはサイズが34で私のジャストサイズなんですけど、ジャストサイズでもちょっとゆったりめに作られているデザインです。このボタンのところにマリメッコって入ってます。あとはこれマリメッコで定番のピッコロシャツ、まだ1着も持ってなかったので今年初めてゲットしました。ネイビーと白のボーダーです。この中のねネイビーのタンクトップとの相性もめちゃくちゃいい。これ全部前閉めても可愛いかなと思うので、いろんな着方ができるアイテムかなと思います。あとはこちらウニッコ60周年なのでウニッコの総柄のスカートを買いました。これは多分アジア限定のカラーかなと思うんですけど、ネイビーに、白、そしてオレンジ、この3つの配色のウニッコのスカートです。結構こういう柄物のスカートってコーディネートしにくいかなって思うんですけど、このスカートはネイビーが入ってるので柄物だけど大人可愛く着れるかなと思います。次はこちらウニッコの総柄のこちらのワンピースも購入しました。これは正直狙ってたアイテムではなかったんですけど、店舗で店員さんが着てるのを見てなんかすごく楽ちんそう、着やすそうと思って実際に試着してみたら本当に着心地が良くて、お家とかでちょっと着たいなと思って買いました。はい、このね今住んでいるお家がすごく可愛いからお家の中でもちょっと可愛い格好したいななんて思ってたので、ちょっとそういう感じでおうち時間がちょっとこうテンション上がるようなそんなアイテムです。
次はこちらのロングワンピースも購入しました。この形のワンピース見覚えがある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、この色違いを去年夏にフィンランドに行った時に購入しました。そのワンピースをすごく気に入っていて、今年も色違いが出てネイビーベースにグリーンとピンクのこの配色、これがもう私のとっても好きな配色だったので今年も購入してしまいました。これはキプラ素材 100% なのでちょっとテロッとした感じで着ていてすんごく気持ちいいんですよ。そしてこの滑らかな感じと光沢感が高級感があって上品な印象に見せてくれます。とってもお気に入り、すごく可愛いです。あとはこちらのねバッグも購入しました。このバッグはこれが一番大きいサイズで、あと他に中くらいのと小さいのかな、3つサイズ展開があったと思うんですけど、私は結構最近自転車でいろんなところに行くので、こういう風にたすき掛けして自転車乗れるようにこの大きなサイズのバッグ買いました。すごく可愛くてお気に入りです。たくさん物が入るしすごく軽いです。で斜め掛けにしたらこういう感じなんですけど、結構大きめの可愛いバッグです。はい、そんな感じでね、今年の春夏に私がマリメッコで購入したものは以上です。ちなみにね、よくご質問いただくこちらのデニムはセオリーです。最近の私の私服はセオリーとマリメッコでできています。で今日は早起きして何の映画を見に行くかっていうと、コロナ禍に上映するはずだったディズニー映画が再演するっていうことで、せっかくだからと思って映画館で見に行こうと思って早起きしたんです。なんかね、3作ぐらいコロナ禍中に公開された映画、それが再演されるんですけど、私が今日見に行くのはソウルフルワールドという映画です。この家に引っ越してから一人で映画を見に行くとか美術館に行くとか、そういう風にインプットをする機会をねたくさん設けようと思っていて、それでねこうちょくちょく早起きして出かけに行ってるっていう感じです。もうね時間だからそろそろ行かなきゃいけないんですけど、今日もね一日楽しんでいこうと思います。では行ってきます。To where you are, and I would live a million lonely lifetimes if I knew I could get back to you. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time, I don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but it gets hard being without you, being without you. I would walk a million lonely miles to look you in the eye, have you here by my side. Swim every ocean, fight till I'm broken. I just wanna get back to you. Yeah, I just wanna さっき映画館の帰りに買ってきたものをご紹介したいと思います。インテリア小物と本ですね。今ね新居で一番楽しいのはやっぱりこういう細々とした小物を集めることですね。生活必需品じゃないなんかちょっと心がときめくようなそういうものを細々と集めてしまいます。まず購入したのがこちらのディプティックのキャンドルです。
4月2日に発売されたばかりのパリのカフェベルレとコラボレーションしたフレグランスキャンドルだそうです。香りは全部カフェベルレのメニューがインスピレーションの元となっているそうです。だからかな、この箱のところもこのパリの街並みみたいな感じ。これは3種類香りがあって、私が購入したのはこちらの小さなキャンドルになって3種類すべての香りがセットになっているものを買いました。で、かわいい。まず1個目のこちらはカフェ。焙煎したコーヒー豆の香りをグリルしたシリアルが引き立てる温かみのある香り。これはもう本当にね、コーヒーの香りなんですよ。本当にいい香りで、このグラスの部分、コーヒー豆とコーヒーカップの絵が入ってます。かわいい。あとはこちらシャンティーという香りです。生クリームとバニラの繊細なタッチが特徴的な香り。これもね、すっごく甘くていい香りです。で、3種類の中で一番私の推しの香りはこちらのビスキュイという香りです。これは焼き菓子とパチュリが混ざった香りらしいんですけど、甘いんだけどちょっとシナモンみたいなスパイシーさのある香りがして、すっごいいい香りです。こちら購入しました。あとはこちらパサンドバイヌキテパでジュエリーボックスも買ってきました。前回のナイトルーティンの動画でジュエリーボックスが欲しいなみたいなことを字幕で書いてたと思うんですけど、早速ね、こちらの小さめのサイズのジュエリーボックスを買いました。今ね、2拠点生活してるので、私が持ってる全部のアクセサリーをこの家に置くわけではないので、こっちの家に来た時につけてたアクセサリーを外しておくぐらいのサイズ感。リングを置くスペースがあって、あとこちらにブレスレットとか置きたいと思います。はい、柄はこんな感じです。ミントグリーンにお花柄でちょっとキラキラしています。このサイズ感だったらちょっと旅行行く時とかのジュエリーケースとしても使えそう。小さなね、鍵もついてるのでちゃんと鍵も閉まります。あとは、本屋さんによって本を3冊ほど買ってきました。買ったのが芹沢桂さんのフィンランドは今日も平常運転という本と、こちらが森ゆり子さんの探し物は北欧でという本。あとはマイアイ空と旅する手帳。こちらの3冊買いました。インテリアも北欧のもの多いけど、読む本も最近北欧のものが多いです。もうね、本当フィンランド大好きだから、今年の冬にはね、もう一回オーロラを見にちょっと旅行きたいなって思ってるので、フィンランドに行けるように頑張るモチベーションとして常にこういう風に北欧のことに触れておこうと思って、最近はそういうものを読んだりとか手に取ることが多いです。はい、こういう感じ。
いらんの別に。どうでもなくなる。いただきます。あなたなんかこの家落ち着くよね、なんか。うん。狭さかな。なんか穴蔵にいる気分。わかる？おこもり感がすごい。うん。モグラの気分。わ、餃子作るのとか久しぶりじゃない？始まりました。はい。最近同様ラジオ第2弾。今回は餃子を包みながらお話ししていこうと思います。なんとですね、前回のラジオが、想像以上に好評だったため、そうなん。はい、反響がすごかったため、早速2回目を実施することになりました。はい。はい、あなたの声ファンが思った以上にいましたね。でもやっぱりラジオがすごく需要があるんだなっていうか、こういう場面で聞いてますみたいなのを見て、やっぱりあってもいいよねって思って続けることにしました。はい、このラジオはもともと私がこの新しいお家にアトリエを作って、でそれで半別居生活みたいなのが始まったんです。はい、なので私たち夫婦がね、動画で共演するタイミングがなかなかないということで、このラジオを通して私たち夫婦の関係性の今をお届けするという、そういうラジオになっています。はい、今日のテーマは何ですか？どうする？考えてないんだよね。なんかあった最近。私はね、最近頭痛がひどいね。先週の動画もさ、ちょっと一日ずらしちゃったんだけど、年々頭痛がひどくなってる感じがして、今年に入ってからなんか気圧が下がると同時にめちゃめちゃ頭痛くなる。
それさ、そう気圧問題ってさ、俺最近なんか言われてさ、まだ半信半疑なんやけどさ、本当に気圧で体調悪くなるんかな。いやそうだよ、あなたは絶対に気圧だよあなた絶対に気圧認めてないだけで、私よりあなたの方が体調悪っていうターン多いじゃん、でも大体あなたが原因不明のだるおもになってる時は X で気圧って調べたら、爆弾低気圧って、今日は無理しないでいきましょうって言って出てくる関係あるんかなやっぱ。でもね、若い時はそんなの関係なかったわけ。わかる。なんかさ、最近謎の体調不良多いっちゃね。30代を超えてからの謎の体調不良にやっぱりちょっとビビり散らかしてるよね。なんかあんまりね、この体調不良の話ってさ、したくないっちゃね。友達と会ってさ、なんか体調悪いんよね最近ってさ、やっぱちょっとテンション下がるやん。わかる。しかもさ、その主だってなんか特徴的なさ、その症状が出てるわけでもないわけ。だるいとかね、頭痛いとか。なんか人に言うほどじゃないんやけど、謎にだるいみたいな、そういうのがほんとここ 1,2 年、多いよね。そうね、私もね結構タフなんだけど、頭痛これ左側だけ痛くなる、ここ、大丈夫かな、ちょっと病院行った方がいいかでも大体決まってるのは、やっぱこう編集を何時間もやり続けた後と、結構大降りの雨が来る前後がもう頭痛い、めちゃくちゃ。どうしようもなくない？どうしようもない。レモングラスのハーブティー飲んだりとか、バームとかかな、だって頭だけだからね、正直その耐えれるんよ。そうこれさ、みんなそうなんかな。なんかさ、それこそさっき言ったようにさ、なんか誰にも言いづらいわけ、こういうのね。そう、それこそ今年の年始ぐらいからかな、コーヒーをさ、コーヒー立ちしてんの。コーヒー、今立ててないんやけど飲む量減ったね。そう、それこそなんか謎の体調不良が続きすぎて、これはなんかおかしいと、でやっぱりその腸がさ元気だと体調を崩しにくいみたいな、でやっぱコーヒーってさ、ある程度やっぱ胃にさ負担をかけるわけやん、だからこう一回やめてみたらどうだろうと思って、やめたら、確かに違ったよね、確かにだいぶ減ったよね、だいぶ体調悪いの減った。コーヒー立ちする前が、飲みすぎてたっていうのもある。エスプレッソマシンがある。そうあのマシン来てさ、1日何杯飲んでたかな、3,4もっと飲んでたかな、飲んでた。それでなんかコーヒーずっと飲んでるとやっぱ胃がさキュッとなるというかさ、できっぱり一回やめたら調子よくなって、でその調子でジュースも飲まなくなった。確かにすごい。ジュース飲もうジュースって聞いたらジュース飲みたくなっちゃった。でジュースやめたら本当にその微熱が本当ピタッと収まったよね。多分もともと悪かったから、何かをちょっとでも改善したらそれは良くなるわけよ、だからそれで 100% 治ったってわけじゃないんだけど、だいぶ変わって、で1ヶ月ぐらい経ってからやっぱコーヒー飲みたいわけよやっぱ飲みたいんや。そうでやっぱコーヒー飲みたいなとかなった時に、その自分にルールを課したわけ、ちょっと具多くないでそれがやっぱ1日1杯まで、コーヒーを1日1杯までっていう制限を設けて、1日に1杯最高の1杯を飲もうじゃないかっていうルールを作って、男の人っぽい考え方してやってるってところですね。確かに。さ動画でね、別にさみんなに言うことじゃないじゃん、体調のさちょこちょことしたこと、でもあなたは本当去年2週間に1回は熱かなんか頭か体がだるい、あと背中が痛いとかあったね。あって、もうなんかさ途中から心配するのなんかもう忘れてたもん。そう寝てなとか言って漢方飲んだりさしてた。でも漢方聞いてたよね。漢方も聞いてた気がする。聞いてた、すんごい聞いてたの、漢方。あと何したかな。でもねあんま何も変わってなかったけど、去年のなんか末ぐらい、ドイツぐらいから、ドイツ旅行から、あの辺からすっごい良くなってたよね。もうほとんどなくない、体調悪いの。なんかやっぱ
食べてるもので体調がさ、変化していくからさ、あんまやりすぎもよくないんだけど、ちょっとだけその腸のことを考え出した。それこそなんだっけ、最近をさ、ネバトロ丼をさ、あ、そうだ、今日私もお昼食べた。もうあれをさ、1日1食朝昼晩のどっかで食べるみたいな、でもう朝はもうヨーグルトとキウイを2個とお水1杯を食べるわけですよ、でお昼か夜でどっちか外食べ行くとか、なんか予定が入ってる時は、じゃない方でネバトロ丼を食べる。だから、もう1日のうち1日3食のうち2食はもう決まってるわけよねっていうのを最近やって。そういうの大丈夫なのかな。なんか私昔「連れが鬱になりまして」っていうさ映画見た時にさ、旦那さんがうつ病になったお話で、旦那さんがねこう毎日決まった朝食を、月曜日はこれ火曜日はこれとか全部決まったルーティンをこなして、ただ突然うつ病になっちゃったんだけど、いやだからその俺もそこまで厳密にはやってないよ。ゆるくね。そうそう、ゆるルーティン、ゆるルーティンを今年に入って結構続けてるよね。だから今年まだ1回体調不足でしたね。だからそれは気圧。まあだけどでもね、結構そういうのみんな意識してると思うけどな、どうなんやろ。そのさ、普段さ俺もさ友達と会ってる時にさ、いや体調悪いよねってさ言わんからさ、逆に友達もさ言わないじゃん、だからそのみんなどうなんていうのはマジで知りたい。確かにね、それはある。みんな同じ感じかどうかってことよね。あとなんか対処法とかあったら教えてほしいけどね。なんか人に言うまででもない謎のちょっとした体調不良なんか今日調子悪いなっていうのがちょいだる案件。うわーっていう、それってさやっぱ30代超えて一気に俺は来たよね。私も。でみんなもそうなんかなっていうのを知りたい。知りたいね。そしてその先の40代50代はどうなってるのかも知りたい。それさ40代の人からしたらさ、いや甘ったれんなよって言われるかもしれない。もっとすごいの来るぞみたいなさ。やっぱちょっとそれをさ、こう頭に置いて生きてるのと生きてないの違うじゃん。やっぱまあ確かにちょっとだるい問題ね。これはちょっとやっぱ1回の会話じゃ解決しない問題だから、まあちょっとコメントを待とう。みんなのちょいだる案件。とりあえずなんかその30になったらやっぱ無理が効かなくなってくる、体に。やっぱちょっと腸を意識して腸活プチ腸活をね、やっていくとちょっといいんじゃないかな。お通じも良くなって体がすっきりするしね。全ての原因は腸だったのかもね。そういうことなんですかね。でもやっぱね気分もある。気分楽しいなって思ってやっぱ生きてた方がさ、確かに去年はすごい暗かったよね。やっぱね腸が悪いとやっぱイライラするわけよ。確かに腸から来てだるい、そこから常に体調悪いか何かあったらイライラしちゃう負のループみたいな。なんか自分が思ってるテンション、今これくらい楽しさを表現できてるっていうのの5分の1ぐらいしか相手に伝わってないみたいな。わかる。すんごいテンション低いよっていうね、相手から見たらね。やけその言ってないけど、周りには伝わってた可能性は大いにある。だからさ、たまに旅 Vlog でさ、この旅はすごい旦那さん楽しそうですねっていうのはただただ体調が良かったってだけ。なんか台湾から帰ってさ、もう丸2年経ってたわけよ、でそれまで5年住んでさ、で台湾ってやっぱ高温多湿やん、ですごい湿度高くて、ずっと街中中なんかスチーマー焚いてるぐらいのさ、モンしてたね。で日本帰ってきてやっぱ乾燥してるやん、それなんか湿度も関係あんのかなと思って。確かに台湾いる時風邪とかひかなかったもんな。一回も病院行かなかったし私。台湾いた時は気張ってたんかな、あれはあの時で体調悪くてストレスすごかったけどとにかくか弱いんよ、か弱いっていうかなんかね、社会人になってさ、ずっと張り詰めてたんだなって思った。そういうこと。その22、3から働き出して、ずっとなんか結果出さなとか、なんかプレッシャーでずっと緊張の糸がピーンと張ってるわけよ。で、日本帰ってきてなんかちょっとだけ和らいだっていうか、で体調が
ズドダダダダダって崩れていくみたいな。あちょっとほっとしてね、うんでそれが抜けたって感じか。そでもなんか私この前ねインスタグラムのサブスクでね、う、うん、話したんだけど、今私すごいなんか幸せじゃないけど、うんなんかなんていうの、一番心が快適な時期みたいな、うんうんうんなんか話になったんだけど、なんか今そのターン来てない？わかる。なんかね、だらけてるわけじゃなくて、うん、なんかこう陸上で言ったらなんかこう 800m 走り終わった後ジョグ的な、なんかわかる、インターバルみたいな、うん、なんだろなんかねいいぐらいに力が抜けたっていうか、う、そうパフォーマンスがいい気がする。うん、そうあとね最近ね朝起きたらね、うん、はっって思う。朝だみたいな。あ朝だって思う。あわかるよ。私ちょうどさ今日ね、うんソウルフルワールドっていう、うんそのディズニーの映画をうん見に行ってきたの、うんそれはコロナ禍にやってた映画で、うん映画館にできなかったから再上映うんしてる映画なんだけど、それもね、ざっくりあらすじ言うとジャズピアニストとして成功したいと思ってたけど、学校の非常勤講師だったうん主人公がある日ジャズピアニストになれますみたいな、演奏できますってなって、うんわやったーって、俺の人生の目的はそれだったからって言って、うんわーってなったら突然なんか事故って死んじゃうのね。うん死んじゃうっていうか魂が天空にバッていって、うんでそれですごいはしょるよ、うんなんやかんや言ってなんか結局生き返るんだけど、うんで生き返ってもう一回ジャズピアニストとしてその演奏できるっていうシーンになって、演奏してすっごいよかった、これがやっぱ俺の夢なんだと思って、でその一緒に演奏してた仲間にじゃあ明日からどうなるんですかねみたいな言ったら、明日も同じことをするんだよみたいな。僕は考えてたそのジャズピアニストはなんかもうちょっと違かったんだけどみたいな、こうやって毎日同じことするのが仕事だよみたいな言われて、僕が思い描いてたきらめきはこれじゃなかったかもみたいななって、最終的にはやっぱりこうなんていうの、人生の目的っていうのは、仕事とかそのやりがいだけじゃなくて、ただこう生きて、こうお散歩して、木がさそよいでる感じとか、なんか木漏れ日とか、風とかそういうのを感じるだけでもその生きている目的の一つなんだよっていうような話なの。わかる？それなんかさ、そういうの聞いて思うんやけどさ、それ社会人になってさ、10年ぐらいか、経ってさ思うんやけど、やっぱ仕事でさいかに結果を出すかみたいなさ、ことをやっぱずっと突き詰めてきてさ、で成果が出たらめっちゃ嬉しいし、なんか出なかったらしんどいみたいなことをプライベートに持ち込んじゃうと、プライベートのハードルが異常に上がるみたいな。なんかね、そのなんかの成果が出ないと満足感を得られないっていう気持ちを、仕事の時はまあ別にいいと思うんだけど、プライベートでもそっちの感覚でいくとなんか生み出さないとじゃないけど、でも本当にただ朝起きてプラプラして、なんか本読んだり映画見たりして寝ちゃったみたいな。でそれになんか罪悪感を感じる必要ないんだって思って、寝ちゃったっていう気持ちって、これめっちゃ大事だなって思った。確かにそのプライベートはそれでいいんだよなって、やっぱその SNS が発達しすぎてて、いろんな人の成功体験がいろんなところで見れるようになっちゃうから、何もしてない自分がなんか置いてかれたんじゃないかとか、なんか大丈夫かこれとか思っちゃうんだよね。なんか全てのコンテンツがなんとなく成果物の発表会みたいな感じになってて、それに焦ったりとか、なんかだからかな、なんかこのシーズン新社会人とかじゃん、なんか最近 DM とかでさ、これからなんかどうしていけばいいのかとかさ、私は何をこれからしていけばいいのかとか、周りと比べてしまいますとか、やっぱ来たりするんだけど、プライベートもそうだし仕事もね、それをなんか追い求めすぎると壊れちゃうじゃないけど、私 YouTube3 年ぐらいやってきて、最初の方とか、発狂してた時とかなかった？なんかなったよね、もうできないよとか言ってさ、なんかさヒステリックみたいになった時あるんだけど、数字社会だから YouTube なんて、数字追い求めちゃうし、でもなんかその本当今年に入ってからね、そういうのをね、うまい具合に
まあなんだ追い求めつつも気持ちを逃げさせれるようになった。うん、なんか今までは外に映画を見に行く3時間とかもなんか取れ高みたいなそう取れ高映画3時間見たらその分何も取れないしとか思ってたんだけど、なんか取れなくていいやじゃないけど取れなくていいやって思えるようになってきた、それがなんか体の健康にもちょっとなんかつながってきてるような気もする、まあ、頭痛とかねあるんだけど心が辛いっていうのはなくなったか、結構心が元気だと気づかんしね。そう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 ということでということで何分喋ったかな。分かんない。もうなんか30代に突入して、突然、いやじわじわと訪れる謎の苦痛について苦痛についてでそれの解決方法についてどしどし経験談をお願いいたします、多分30代俺らと同級生か、まあ、ちょっと上の人とかは解決策を、俺はさコーヒー立ちとかなんか腸のことを考え出したけどなんかもっとあるのかっていうのと、でもやっぱ10代20代の人が見てるんやったらなんか30代きつそうみたいな、思うかもしれんけど、いや年齢重ねれば重ねるほど人生はね楽しくなる気がする。いや本当にそれ、いや本当にそれだし、なんかその今のうちにやっといた方がいいですかっていうメッセージ来るんだけど、そんなこと一個もないから、今一番やりたいこととか、例えばこの人将来この人とは結婚しないだろうなと思う人と付き合ってみたりとかさ、もうなんかわかる、失敗をしたり迷ってこそ人生じゃない、それが一番できる時期じゃん、10代20代って、もう正解を追い求めちゃダメじゃない、なんか追い求めつつ失敗するべきじゃない、そうね、新卒の時の会社とかもうほんとしんどかった。いい会社だったけど、やっぱなんか自分の中のさ焦りとかあるやん、ここでいいんかなとかさ、定年までここかなとかさ、なんか昼休憩中にさ突然絶望する瞬間とかさあるよねあって、なんかずっと不安な感じはあるけど、でも30年やってそれが消えるわけじゃないけど、なんかね対処法をね学ぶっていうかね、だからいろんな道あったなみたいな、まさか前の会社でやってたこれが今の仕事に生きるとはみたいなことが発生するから、全部一応正解なんやなっていう。そうね、ほんとね、迷ってこそ人生じゃん、まあ、体調は崩すけど、人生的には年齢は重ねた方が楽しいとは思うけどな。私はもうすぐ誕生日だからさ33なんかさドキドキするけど、その40代に近づいていくの、でも40代楽しいんだろうなみたいな、思ってワクワクしてる、余裕が出てきた人生に。そうね、はい、ということでじゃあまた次ホットニュース持ってこようお互いホットニュースホットニュース、はい、じゃあ食べようこれ。はい、いやうますぎ、そっちから焼こうね。いやいいや、なんか中華風やん、本場風。そう、本場風。